はい、じゃあよろしくお願いいたしよろしくお願いしま。ますす。もう冷戦です。もう完全に新製品。もう完全に新製品ですね。もう3年前からやっておりました。やっぱ開発には3年ぐらいかかりますから、はい。新しいところとしては三菱製って今までなかったんですよ。ライセンス元の中島さん、いわゆる今の富士重工スバルで作ったものの方が多く作られてて、本当の三菱製っていうのは今までモデル化されてないんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。意外ですね。意外でしょう。そうなんですよ。三菱製ないんですよ。ほとんど中島製で。で今回はまあ今までもゼロ戦ってあまた出てるわけですよ。でよそのメーカーさんでも傑作キットと呼ばれているものはもうすでに出ております。なのでそこでうちとして作っていくにはやはり全然違うアプローチが必要だったなと思います。だから従来の作り方とは全く違う作り方ということでちょっとこっちへの従来ですと模型の作り方って左右の胴体貼り合わせてってでこれを全然違う胴体一体成形一体成形。一体成形です。あ、それ一体成形なんです一か。体成形です。でこれの全部胴体も一体成形。おお。これも一体成形です。でコックピットを組み込んでもう実機がこういう分割ですから実機の通りの分割になっています。でこういう分割したキットは初めてのアプローチです。あとは風防の枠だけを別に作るというこれは当社でやっておりますナノドレッドシリーズとかナノアビエーションシリーズっていう技術を使ったものですね。枠だけ成形して中に透明パーツを仕込むという。あ、なんかちょっと今までのプラモデルの部品と違うなんかワクワク感がありますね。そうですね。結局今やっぱり今作るとしたらやはりお客さんに作ってもらいたいですよね。で僕ら子供の時ってプラモデル買うとワクワクしながらすぐ作ったもんです。でも今やはり多くのモデラーさんは買っても積んでおくだけ。でもやっぱ作ってもらうにはどうしたらいいかっていうのはやはり違うアプローチがないと作りたいって思わないから。なんで今皆さん作らなくなったかというと先が読めちゃうからですよ。従来のパーツを見た時にこうなってこうなってこうなるよねって映画の結末が見えちゃうわけですよ。映画の結末が見えちゃうから作らないんですよ。でこれだったらじゃあどうなっとるのこれどんな作り方するのって言った時にやっぱりワクワク感が返ってくるんじゃないかなって言って提案したやり方です。ゼロ戦っていうもう今まで散々作り倒されたアイテムそれをあえてやるとするんだったら違うアプローチだから令和の時代なぜ冷戦かっていうのは僕らのテーマだったんですよ。やっぱり必要だったんですよテーマが。だからゼロ戦っていうもの自体がそれ画期的な飛行機だったわけですよ。それまでの飛行機って日本の飛行機の中で世界に挑戦できた飛行機で僕らもその模型として今まで散々にあるゼロ戦のキットをあえて挑戦するとしたら実機と同じようにそういうアプローチをしなければいけない。だからこれは我々が作らなければいけない。三菱重工愛知県で作りました。我々愛知のメーカーが愛知県人として作んなきゃいけない。それは今まで通りではダメなの。全然違うアプローチが必要。違う模型を作りたかった。じゃあ画期的である必要があったんです。ゼロ戦を作るっていうのはそういうことなんですよ。僕らにとってただ作ればいいっていう問題じゃない。やはり思い入れが強い分だけその形にしていくだけのハードルっていうのは当然高かったです。でこれ見ていただくとこれが従来の風防ですよね。でこれも入ってます。これはこの枠にはめ込んだだけのそうなんですよ。だから今までこれがマスキングして塗装できないっていうのがやはり一番問題でしたからはめ込むだけで、はめ込んで接着しますけど、流し込み用の接着剤でやっていただければできますんでそれで作ったものです。これはいいですね。そうだからこれそうなんですよ。こういうのってありましたっけ？ないです。多分作れないと思う。いやこれ多分ね通常の金型では流れないです。成形できないと思います。だからなかったんです。だから今まで作ることができなかった。あと受験工業さんの成形技術とやっぱコラボして作った技術ですので、うちは受験さんのシステムが入っているので受験工業さんのシステムで作ってます。
でこれはちょっと特殊成形になります。だから特殊な成形なので従来の成形とはちょっと違います。これは本当いいですね。だからやっぱ、私どもとしてもできるかどうか分かんなかったんですよ。だから実験して挑戦してみようっていうのが今回のテーマでした。実際ここに行くまで苦労しましたけどなんとかできました。いやこれはなんかちょっとこれから変わりますね。我々が全部これになっていくのかっていうとまたそれはあれですけど、一つの提案としてやはりこういうものを作ってみたと。今後こういうものが作れるようであればやってはいきたいですけどね、全部がこうなるとは限らないです。やはりこれだけで金型が2つもいりますから、すごいコストがかかってます。思いが詰まってますね、これ。やっぱりね、ゼロ戦ですからね、安易に取り組めなかったんです。だからゼロ戦が売れるから作ろうって、そんな簡単に取り組んじゃいけないアイテムなんですよ、自分の中でね。実際堀越さんがこれを苦しみ抜いて作った飛行機ですから、世界水準を抜ける飛行機を作った。じゃあ我々も今までの常識を覆せる模型を作らないとやっぱダメだ。やっぱその思いがめちゃくちゃ強かったです。でもこんなすごいことやってるファインモールドさんって実は結構ちっちゃいですよ。世界のファインモールドとはいえうちだって9人ぐらいしかいませんから、僕も金型やってるし、だって4機僕がこれ完成品作ってますから、昨日一昨日までやってました4機作ってました。だからそこでコンピューター打ってる彼がその風貌を全部担当してますからね。田中っていうのが彼風貌担当ですから、彼がでそこにいる浦野は、説明書とデカールをずっとやってますから、はい、でちっちゃな会社なんで何でもやんなきゃいけないんですよ。なるほど。いや結構ちょっと今実は思ってるのが、ファインモールドさんのその中を見に行きたいなって今度思ってて、社会見学じゃないですけど。大丈夫ですよ。じゃあ今度またぜひ遊びにいらしてください。いいですか？大丈夫です。本当にいろいろ見せてほしいなと思って、ありがとうございます。約束しましたよ。社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。